キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅にあった理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。前回の動画では新兵器ディグ溶接機を導入しました。練習がてら溶接台を製作。鉄の溶接は素人でも比較的簡単にすることができました。出来上がった作業台がこちらです。アルミでするのをやめようかと思ったこともありました。でも練習の成果がこれですね。今回はキャンピングカーに重要な電気を生み出すソーラーパネル、1000ワットを超えるソーラーパネルを載せるための課題をアルミで作ります。実際ね、どれぐらいのねソーラーパネルが乗るのかとかね、マックスファンとの取り合いはどうなるのかとか、その辺をちょっと木枠で作って載せて試してみました。そしてね、いい大きさのパネルが見つかったんで、それに合わせて課題の方作っていきたいと思います。バスの天井の骨組みやらマックスファン、ソーラーパネルの大きさなどを考慮すると、6本課題を作って取り付けるのが一番ベストかなということになりました。簡単にね図面を描いてみたんですけど、青い部分がマックスファン、グレーの部分がソーラーパネル、黄色がバスの骨組み、緑がね製作するキャリア課題ですね。アルミのアングルから課題の横側や足になる部分を切り出していきます。アルミってね、切ったらすごいんですよ。切りくずがね、ものすごく舞い散ります。掃除するのが大変だわこりゃ。6本のね、課題の高さが水平になるように、揃うように足の高さを調整していきます。屋根の高さ、場所によって全然違うんですよね。一つ一つ足の高さを調整して、クランプで仮止めしていきます。2本の L 字アングルを T 字にくっつけて、下と側面の4箇所に足を取り付けます。ソーラーパネルの枠が乗る部分に印をつけていきます。その部分はね、溶接しないようにします。高さが変わってしまいますからね。さあ、こっからがね、練習じゃなくて本番の溶接です。うまいことできるかな。アルミの溶接は交流のティグ溶接を使います。ティグ溶接についてはね、前回の動画に上げてますんで、ぜひ見てくださいね。なかなかね、アルミ溶接難しくてね、電流を大きくして早く進めていくことはできません。遅すぎるとね、熱が入りすぎて曲がってもたりするんでね、難しいですよね。でもね、これがね、素人の私には限界の速さです。この時はね、まだ知らなかったんですけどね、周波数を上げるとね、同じ電流でも深く入るんで早く進めれるそうです。溶接って奥深いですね。これがね、うまいことできたらね、 DIY の幅もすごく広がるんじゃないかと思います。アルミの溶接ね、ほんと難しくてね、くじけそうにもなったんですけどね、なんとかね、くっつくようになって、ビートがね、出るようになってきました。まだまだね、ビートって言えるほど綺麗なビートじゃないんですけどね。はい、足の部分をね、取り付けていきます。ほらね、この溶接の部分だいぶマシになってきたでしょ。はい、側面に取り付けるね、足を作っていきます。これをね、曲げて穴開けてね、側面に溶接していきます。はい、見えるとこはね、角も落としてね、見栄えを良くしときましょうかね。全部のね、角をね、同じように落とせるようにね、ジグも作りました。
これでね12本ともね同じように角をカットできます。はい、溶接でねくっつけていきます。これはどうしたらええんかな。ところがこの内側の溶接がめちゃめちゃ難しいんです。思ったところにアークは飛ばないし、周りがすぐに溶けて穴が開いてしまいます。めっちゃ難しい。これ板の材質悪いんちゃうん。うわ、いろいろとね調整を重ねやってきた結果、なんとかつくようになってきました。板の材質の問題ではなくて僕の腕の問題でした。これでねキャリア2本分使えなくなってしまいました。はい、ソーラーパネルのアングルの方、溶接がね出来上がりました。6本ですね。これを車の屋根の方にくっつけて、その上にソーラーパネルを乗せると。でまあね、こんな感じ。まあちょっと汚いですけど、まあ確実にくっついていれば大丈夫かなと思っております。でまあこれアルミなんで腐食すると思うんですよね。で、ちょっとでも長持ちするように、塗装しようと思ってます。で、足付け作業までこれ終わったところです。じゃあね塗装の方やっていきたいと思います。まずメカクリーナーで油分を落として、プライマーかけてから塗装していきたいと思います。色はねボディカラーと同じ色を塗ります。重さは1本あたり約2キロで作ることができました。塗装完了です。太陽光パネルを乗せるキャリアができたので仮に乗せてみました。こんな感じに取り付ける予定です。キャリアの位置合わせ、キャリアを取り付けていこうと思います。でネジの穴を開けるのに車内切りくずが落ちてこないようにビニール袋をぶら下げて養生してます。これからねネジ穴開けていきたいと思います。外はこのようにコーキングするのに縁をマスキングテープでマスキングしてます。じゃあ穴開けていきたいと思います。穴開けた後のこの切りくずはしっかり取り除いておかないとボディに錆がついてしまいます。雨漏りしたらね嫌なのでしっかりコーキングしときます。ワッシャーの隙間にもねコーキングしてボルトを差し込んでいきます。
中はボルトがねこう出てきてます。ちょっとネジをつけます。ナットをつけます。ナットはこれ、ワッシャーとナットは一応緩み止めのナットを使います。忘れてました。プレートをはめてからネジを止める予定でした。入りました。ちょっと友前しちゃうので上押さえときます。ボルトの頭にねスパナをつけておきます。はい、ソーラーパネルを載せるキャリア課題が完成しました。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。車中泊、キャンプ、登山などの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひチャンネル登録してみてくださいね。次回、今回取り付けた課題にソーラーパネルを取り付けていきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。